こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、お金の授業第3弾ということで、複利と積み立ての凄さ、それについてですね、初心者の方に分かりやすくゼロから解説していきたいと思います。複利についてはね、アインシュタインさんがですね、人類最高の発明だそんなことを言ったっていう逸話が残されているぐらい、複利、ものすごい有効な手段です。富裕層の人はね、みんなやっぱ複利、うまく使ってお金持ちになってます。その秘訣をね、今日、初心者の方に分かりやすくゼロから解説していくので、ぜひですね、最後まで、見てみてください。で、今日はですね、複利とは何か、またですね、メリット、なんで複利いいのか、なんで人類最高のね、発明なのか、気になりますよね。それね、実感していただけると思いますし、実際複利を使ってるね、富裕層は多いですし、これ使わないとやっぱ富裕層になるのは難しいですね。あと、積み立てとですね、複利合わせると効果がですね、絶大なので、そのメリットもですね、解説していきたいと思います。で、お金の授業ですね、おかげさま今第3弾になってですね、すごい好評でですね、いろんな方から役に立ったよとかね、こんなこと無料でやってもいいですかとかね、全然お金に興味ないね、家族も興味持って勉強してくれますとか、ありがたいこと、本当ありがとうございます。やる気が出るのですね、引き続きですね、ぜひ見てみてください。再生リストを作ってるんで、見ていただけばわかるんですけども、ですね、大まかに言うと、支出を減らしてね、収入を増やして資産を運用すると、あと支出のですね、収入の差をちゃんと把握しようとかですね、投資とか保険はですね、手数料で、そういう怪しい人がいっぱいいるから気をつけましょうとか、金利ですね、詳しくなりましょう。そういうのをね、前回やってきました。で、一応、おさらいなんですけれども、複利をやるにあたってですね、金利、その概念がすごい重要になるので、金利って何かっていうと、お金をですね、貸し借りした時に、1年間でですね、どれぐらい手数料を上げる。そういうのがですね、金利のイメージだと思っていただければいいです。で、パーセン程度でですね、金利表せます。で、1% は100分の1。また 10% は、10分の1っていうんで、パーセントテージのね、これ復習になりますね。で、例えば100円の 1% はいくらっていうと、1円になりますし、例えばちょっと桁が大きくて1億円の 0.1% はっていうと10万円になる。これ1000で割ったり100で割ればですね、この 1% って出ますと。じゃあですね、実際にお金をですね、銀行に預けたとして、ペンギンさんがですね、100万円預けましたと。で、仮に、年間のね、金利がですね、1% だったら、どれぐらい増えますか？これに 1% 増えるってことなので、さっきやった100万円のね、1% 増えるので、1万円増えますね、1年後に。これがね、金利ですと。で、実際は、20% かかるんで、受け取るのは8000円ぐらいなんですけども、今回ちょっとこの後は、ややこしくなるんで、税金ちょっと無視して考えます。で、こっからがですね、複利の話になりますが、これが1年目ですと、1年目101万円になりました。じゃあね、もう1年経ったらどうなんの？これはね、複利のですね、一番簡単な考え方で、貯金がね、101万円になりました、1年後。そしたら、次どうなるかっていうと、この101万円に 1% とかかります。で、それがね、金利としてなるので、受け取る金利2年目どうなるかっていうと、101万円の1% なので、これもね、100で割ってもらうと、1万100円になりますってことで、この100円多くもらえるんですよね。これがね、複利なんですよ。で、2年目はさらに、3年目ですね、102.01 万円になるんで、また今度ね、ちょっと増えてますってことで、102万円より増えてます。これがね、複利の効果になって、効果がですね、すごい大きい絶大になります。なので、複利とは何かって言われるとですね、元金に、利息足して、それにまた利回りが金利がかかって、また増える。っていうので、その利息に対してもまたそのね、利息がもらえるっていうのが複利のですね、ポイントになります。これね、逆の言葉で単利って言葉にありますね、反義語。あんま使うことないですけど、単利と複利っていう風になります。なので、1年目は100万円の 1% で、2年目はですね、この利子の部分、1万円にも1% かかるんで、101万円の 1%。これがどんどん増えていくことで、複利になると。で、どんどんですね、これがね、雪だるま式に増えていくっていうので、複利がものすごい大きくなるので、これをね、使わない手はない。これをね、持ってアインシュタインは、複利はすげえんだっていう風に言いましたと。でもこういう人も、だからいるんですね。複利って言ってもね、たかが1万円じゃないかって言って、ほとんど 1% ぐらいでね、複利やっても意味ないよねっていう人も、中にはいますと。僕もね、昔はそういう考えあったんですけども、確かにね、効果はですね、小さいですね。これ例えば100円だったとして、100円1円になったところでね、何の嬉しいこともないって思うんで、それは小さいんですけれども、ただ、金利がね、高くなっていったりとか、この後いう積み立てとか絡めていくと、これ結構雪だるま式に大きくなっていったりするので、大きくですね、これ考えをね、ちょっと改めた方がいいかなっていうふうに僕はね、お金溜まってき始めると、そういう考えになってきました。実際にね、どうやってどれぐらいね、複利で差が出るか、ちょっとわかりやすく、見てみたいと思います。
で、複利でね、運用して、例えば、100万円を1% の単利とですね、複利で 1% を比較してみた時ですね、30年運用してみてどうなるかっていうと、毎年 1% なので、単利だったら毎年1万円が30年続くんで、130万円になりますっていうのが130万円ですね。複利の場合どうなるかっていうと、さっき言ったみたいに利子に対してもやっぱまた金利がつくっていうのがあるので、それで見ていくと10年後でね、4000円ぐらい増えて、20年後でね、2万円ぐらい増えて、30年後で4万円ぐらいですね。なので30年後で134万円ぐらいになる。それぐらいの差ですね。なのでこれから言えるのは、1% で積み立てていって、複利で運用しても、30年あってもですね、130万円と134万円の4万円ぐらいの差しかつかない。そんな大したことないねっていうのは1% ぐらいですと。ただもうちょっとね、これ利回りですね、もうちょっと高くなって、金利がですね、もっと上がったらどうなるか。それだと結構差がついてきて、1% と 3% と 5% と30年間運用してみますっていう風に見ると、この下に貼り付いてるのがですね、1% と、単利と 1% の複利の時の計算ですね。134万円ぐらいですよと 1% が。で、例えば 3% になると、一気に242万円まで増えますね。3% 複利で計算していくと。でさらに、もし 5%、5% で運用を30年間するって、難しいんですけども、もしそういうことにできたら、432万円までですね、30年で増えると。一気にね、3倍ぐらいになります。これがね、複利でっかいんですよね。持ってる資産が30年で3倍になる。これ結構大きくないですかね。もしね、1000万円持ってたとして、20歳の時に1000万円持ってて、5% でもし運用できればですね、50歳の時には、3000万ぐらいになる。みたいなね、そういう風になったりとか、4000万ぐらいになる。そういう風になります。で、単利の時はですね、これ250万円ですよ、5% の時って。なので、単利と複利でね、5% で運用する、なると、かなり複利になるとね、さらに複利上がるっていうね、これがね、威力がすごいでかいっていうので、ね、カーブ見るとやっぱ上がっていってますよね。これがね、ものすごく大きいんですよね。なので、複利で運用する場合は、やっぱり 5% ぐらい目指していくと結構世界が変わってくるので、その辺からですね、複利の効果は結構実感できると思います。逆に 1% とかであるとあんま複利の効果考えられないかもしれないです。自分たちで言うと不動産投資とかだとですね、本当8% とか、15% とか 20% とか、物件によるんですけども、そういう、収益物件を買って、実際いろいろね、手数料かかったりするんで、その利回りっていうのはね、そのまま残るわけではないので、意外と計算難しいんですけど、それプラス銀行から融資受けてリバレッジみたいなのかけたりとかして、で、それでまた残ったお金でまた別の物件買ってみたいなのに行くと、複利みたいに運用できるんですよね。それでね、雪だるま式に資産増やしたりとかもできたりとかするので、いろいろね、その不動産とか、いろんなものを応用するとですね、この考えがあることで、結構ね、一気にバーッと飛躍的に成長することができたりします。で、複利の運用のメリットなんですけれども、やっぱり金利が大きいとですね、一気にやっぱ加速的に増えていくんで、まずはですね、金利高く、運用するっていうことがですね、重要ですし、逆にやっぱ 1% ぐらいで見ていただくと、やっぱそんなに効果はないので、1% ぐらいでどうこうっていうと、いいのかなっていうレベルだと思います。で、やっぱりね、運用期間が長い方が効果がですね、やっぱ出てくるので、やっぱりできるだけね、早い方がメリットあると思います。なので、もしね、これ見て若い方ですね、20代とかであれば、ラッキーと思って早くやった方がいいですし、やらなくてもいいですけどね、これでやりたいと思ったら勉強してみるっていうので、5% でずっと増やし続けるっていうのは結構至難の技だったりとかするので、S&P500 買えばいいやっていう人はですね、いっぱいいるんですけども、いろいろそう買ったからといって上がるっていうものではないのでですね、実際リアルに投資してる人からすると 5% で毎年運用するっていうのは結構至難の技だったりとかするので、難しいところもあるんですけども、勉強していけばですね、そういう、安定的に増やせる可能性にですね、ある人もいるっていうのがあって、早くですね、勉強するのがいいですし、逆にね、50歳だからもう遅いっていうのはですね、それはまだちょっと違うと思ってて、仮に50歳からとしてもね、運用してね、80とか90とか100ぐらいまで生きるような今時代なので、それね、70まで運用するとか、80まで運用するとか、死ぬまで運用し続けるとかですね、全然いいと思いますよね。100歳ぐらい行くとね、もうさすがにね、もう複利で運用じゃとかいうのはちょっと遅いかもしれないんですけども、そういうのはあるかもしれない。なるべく早くね、かといって遅いってわけではないっていうのはですね、僕の考えですね。あと、複利をですね、実際に計算してみるときは、iPhone とかでもですね、電卓簡単に計算したりできるので、ちょっと興味ある人はですね、iPhone アプリちょっと立ち上げてみてもらって、これ iPhone アプリじゃなくて普通の電卓でも多分できるはずなんですけども、100って入れて、かけるって、かけを
これ2回押すんですよね。そうするとね、なんかちょっと違うモードに入って、で、1% だったら 1.01 ですね。これが 1% になるんですよね。で、押して、100かける 1.01 っていうと、これ 1% なので、もし、5% が 1.05 にすると 5% で、イコールをしていくと、どんどんこう、どんどんですね、数字が大きくなっていくんですね。一回押したら101になって、もう一回押すと 102.01、もう一回押すと 103.0301 っていう風に、複利でですね、1% 運用みたいな感じの計算がですね、パン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 とできるので、これでね、俺の貯金はね、複利でこれだけ増えるんだ、グヘヘヘヘってやってみてもらってもいいかもしれないですね。実際にやるとどうか。あと、詳細貼っておきますけど、こう、計算ってサイトとかで、複利計算とかですね、普通に、年利何パーで元金いくつで、経過年数何年で、複利の周期1年とかやって、で、計算ってやって、グラフって押すとこういう風にバッとどれぐらいで複利で増えるかとか、分かってくるので、こういうの見てね、どれぐらいで運用するとどれぐらい増えるのかな、みたいなのをね、考えてみるのもいいかなっていう風に思います。で、もう一個、積み立てのメリットですね。これね、複利とものすごい相性がいいので、複利を使いつつ積み立てていく。それがですね、結構投資の王道に近いですね。で、積み立てのメリットなんですけども、基本ね、金融商品にはやっぱリスクがある。前回ね、金利のとこでもあったんですけども、絶対リスクがあって、値段が下がったり上がったり、ドルであればドル安、円高ドル安とかですね。あと円安に触れたりとか、変動しますし、何らかね、絶対値段が変動してますと。なので、どっかでね、バコンと買ったら一気に下がっちゃった。そういうリスクがあるので、どこがね、買い時ですかとかよく聞かれるんですけども、それ誰にもわからないですね。分かってりゃ大儲けできてですね、未来が見ればね、大金持ちになれるっていうんで、やっぱわからないですよ、誰にも。なので、どうやってリスクを下げるかっていうと、定期的にですね、等間隔に買い続けるってことでリスクを分散させるっていうのがですね、投資の中では一般的で、これほとんど初心者、中級者とか、むちゃくちゃこれ有効ですね。中にはね、この銘柄上がるって予想してパーンってかける人いるんですけども、そういうかけ方よりは、それはもうほんとね、超上級者みたいなね、お金をすごい増やせる人はそういう人もいるんですけども、普通の人はよくわからないんで、なんとなく分散して等間隔に買っていくっていうのが、王道で、それが一番硬いので、まずはその方法がいいのかなと思ってます。で、これ日経平均のですね、20年ぐらいの相場なんですけども、やっぱこの辺でね、バコンとね、20年前にこれで1000万買って、あとずっと抱えてる、ずっと損失になるみたいになっちゃうと、やっぱなかなか難しいので、等間隔に買っていってですね、で、また戻ってきて、それでトータルで含みプラスになるみたいな、長い期間でですね、等間隔に買い続けるっていうのが、そういう積み立ての強さですね。リスクを分散させるんですね。時系列で、時間で分散させるリスクを。それね、すごいおすすめです。で、積み立てどうやってやるかっていうと、2方式あるので、これね、覚えておいてください。一つは、決まった株数とか決まった額を買っていくっていうやつですね。これあんまりお勧めしないんですけれども、例えば毎月100株ずつ買っていくとかね、トヨタ株を毎月100株買いますとかね、毎月10ドル買いますとか、その買うものをですね、等間隔、決まったものの株数とか10ドルとかを買っていくっていうのがあります。これはレアですね。あんまりこれやってる人少ないですね。で、おすすめは、こっちの決まった金額、円建てのね、決まった円の金額を買っていくっていうのがですね、これすごいおすすめで、例えば毎月1万円分のドルを買っていくとかですね、それが一般的です。こっちの方がですね、リスクがですね、分散されるっていうか、下がった後に上がった場合にプラスになりやすい。後でちょっと説明します。で、これがね、ドルコスト平均法って、ちょっと聞いたことある人はね、投資ちょっと勉強したっていう人は聞いたことあるかもしれないんですけども、一般的にはドルコスト、この2番がドルコスト平均法っていうんで、これがね、すごいおすすめですね。みんなこれやってるはずですね。で、メリットとしては、価格上がったら買う枚数が減って、価格が下がったら株数が増えるっていうような、買い方になってます。それどういうことかっていうと、例えばドル円で円高こうなっていったとしたら、ドルをね、定期的に1万円買うってなると、ここで買うタイミングがね、1ドル50円とかなったら、買う、ドルの数が増えるし、同じ1万円でも1ドル100円とかなると100ドルしか買えないとかで、値段が上がっていくとあまり買えなくなるみたいなのがあるので、それがですね、結構ドルコスト平均法の、ものすごい特徴になりますね。なので、これがなんでいいかっていうと、例えば、毎月ですね、1万円分のドルを買っていくとしますと。で、例えばね、1ドル100円で、買いましたってなると、100ドル買えますよね。で、その翌月に、ありえないんですけども、分かりやすくするために暴落したとして、1ドル50円になりました。ってなると、今持ってるね、この100ドルが5000円の価値になっちゃうから、
これは含み損になっちゃうんですよね。5000円のマイナスになっちゃうんですよね。まあ、それでも、やっぱ1万円買い続けますってなるんで、まあ、1万円分買うんですけども、今回1ドル50円になってるんで、1万円で200株買えるんですよね。いや、200ドル買えるんですよ。だから買うですね、ドルがですね、100ドルからまあ200ドル、2倍買えると。買う数が多くなってますと。で、ここで100ドル買って、こっちで200ドル買ってるから、まあ2ヶ月でですね、合計300ドルになりましたと。で、まあ2万円で300ドル買いましたと。で、運よくですね、またその1ヶ月後に、これまたありえないんですけど、100円に戻りましたってなったらどうなるかっていうと、これね、300ドル持ってるわけじゃないですか。で、300ドル持ってて、100円になったので、3万円になるんですよね。なので、2万円使って、3万円になるってことで、プラス1万円になるんですよね。っていうことで、まあ、一回こう、同じところから下がって戻ったようになった時に、ドルコスト平均法で買っとくと、まあ、プラスになりやすいっていうのがあって、まあ、それは結構メリットなんですよね。なのでまあ、上がって下がった時に強いですと。なのでまあ、こういう風にまあ、動いててよくわからないけど、こう、等間隔でね、ドルコスト平均法で買っていくと、まあ、下がった時、この辺でいっぱいね、株数変えたりとかして、ドルいっぱい仕込んでおいて、上がったらまあ、これプラス点するみたいな、平均買い付け単価を下げるとか言ったりするんですけれども、そういう風な効果があるので、結構ね、ドルコスト平均法おすすめですね。これが、複利との相性がいいです。で、まあ、さらに、これでですね、実際に複利でですね、まあ、例えば5%で、毎月33,000円ずつですね、5% で20年積み立てしてみましたと。これ何かっていうと、まあ、NISA とかがですね、積み立て NISA っていうのがあって、まあ、非課税で毎月33,000円ぐらいですね、年間40万円積み立てできるので、まあ、それを 5% で運用できた場合どうなるかっていうのを計算してみると、まあ、20年間で、年間40万円なので、まあ、800万円投資しましたって言った時に、まあ、もしね、5% で運用を積み立てて、まあ、非課税でうまくいけば、まあ、1347万とかになったりしますってことなので、まあ、500万以上増えるみたいなことになったりします。で、これね、ドルコスト平均法とか買っておいて、さらに下がってまたも上がったりとかしていくとですね、またさらに増えたりとかする可能性があるので、結構ですね、積み立てとものすごい相性いいですね。まあ、ちょっと積み立てNISA知りたい人は詳細欄貼っとくので、よかったら見てみてください。で、積み立ての注意点なんですけれども、まあ、積み立てといえどもね、万能ではないので、まあ、注意点があって、まあ、下がり続けたらダメっていうのがありますね。まあ、例えばなんかまあ、トルゴリラみたいなずーっとこう、下がり続けてるんで、それをドルコスト平均法でやってるのやっぱ、いくらね、下がり続けてるもん買いまくってもですね、絶対プラスには転じないので、まあ、どっかでですね、上がったりとか、まあ、成長してるもの、まあ、それをね、最低限見極めた方がいいですね。で、やっぱこう、これもまたね、問題なんですけど、やっぱこう、下がっていくとですね、こう、メンタル的に買いたくないな、みたいな風になっちゃう人がいるので、やっぱり続けることが大切なので、まあ、心にね、余裕があるぐらいの、まあ、例えばまあ月1000円とかでもいいので、その、月1000円とか、まあ、そういう、下がってもですね、耐えきれる、メンタル的に耐えきれるぐらいのやつがいいですね。まあ、もしね、そういう、1円も損したくないとかって人はちょっと残念ながらちょっと向かないですね、この方法は。あと、まあ、手数料がね、高いもの、例えばなんか投資信託で、信託報酬 3% とか言うと、もう毎年 3% マイナスになっていくんで、そうなってくるとね、いくら増えてもなかなか増えにくいのでですね、その手数料がかかるものっていうのは結構あったりするので、まあ、目安としてはね、これ絶対こうでなきゃいけないってわけじゃないんですけども、0.5% ぐらいですね。まあ、これ下回るぐらいがいいかなとは言われてるんですけども、まあ、必ずってわけじゃないですね。まあ、なるべく、手数料はですね、少なければ少ないほどやっぱいいのがあるんで、ぜひね、この買うときに買い付けるときの手数料とか、持ってるときにどれぐらいかかるか、手数料ね、積み立てるときはものすごい重要になってきますね。あとまあ分配金みたいなのがね、株みたいなこう配当金とかバンバン出てきて、まあそれが毎回こう税金引かれて渡されたりとかすると、その複利の効果って弱まったりとかするので、もし完全にですね、完璧にその複利の効果を最大限使いたい場合は、分配されて、税金引かれて手元に来るような商品は、あんまりちょっと複利のパワーが弱まるっていうのは注意が必要ですと。じゃあ何を積み立てたらいいのかっていうのはね、結構難しい問題で、まあいろいろね、通貨、ドルを買ったりとか、債券買ったりとか、株買ったりとか、まあ投資信託で、まあ不動産買ったりとかですね、まあいろんなものがあったりとかするので、まあ何がいいというのは一概に言えないので、これまたですね、それぞれメリット、デメリットがありますので、減らしたくなければ、まあ現金で持ってるのがいいかもしれないですし、まあその人それぞれのスタンスとかですね、納得した上でまあやった方がいいのかなと思います。で、まあ、今後ですね、引き続きどういう商品がどうかっていうのを継続、今後次回か、まあ、その次ぐらいやると思うんで、楽しみにちょっと待ってみてください。で、まあ、それについてもね、やっぱこうドルコスト平均法とか買っていくのが一般的です。で、まあ、複利のまとめなんですけれども、まあ、複利はね、人類最大の発明だ。まあ、アインシュタインが言ってましたけども、今日ね、
福利で、まあ、5% ぐらいで福利で運用していくと、まあ、あれぐらいね、こう、雪だるま式に増えていくと。まあ、それがね、1桁、2桁変わってくるとまたより人生変わってくると思うんで、まずはですね、資産が作りつつ、まあ、福利でね、増やすっていうのをちょっとずつ細々とやってですね、その、投資のお金の運用とかを、練習、勉強するっていうのがいいのかなと思います。まあ、その福利の効果をね、最大限使って、できるだけお金をね、安全に貯める。それがすごい重要ですし、実際に積み立ててですね、いきなりバコンとでかいの買っちゃうと、もう結構変動したりするっていう変動リスクがあるんで、まあ、時間を分散してですね、その分散して、平均的なものを買っていくっていうのがですね、おすすめで、まあ、ドルコスト平均法が一般的ですね。では、今日のやつは再生リストお金の授業ってありますし、もしね、お金稼ぎたいってなると、まあ、社会人は勉強しよう。このお金の稼ぐ方法っていう再生リストも作ってるんで、よかったら最後まで、再生リスト見てみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルはですね、お金の稼ぎ方とかですね、経済ニュースとか、役立つ情報を発信していってるんで、ぜひですね、チャンネル登録をお願いします。またですね、いつもコメント、高評価ありがとうございます。すごい役に立ったらですね、SNS とかでシェアしていただけると嬉しいです。まあそういうね、役に立ったっていう声を、励みにですね、有益な情報を発信していってるんで、ぜひですね、また、見ていただければ嬉しいです。また Twitter ですね、有益な情報を発信してるんで、よかったらフォローしてください。それどうもありがとうございました。ウェイ。